お疲れ様です。ラディズです。やらかしました。こちらジャンテックの VAT4300 っていうバッテリーモニターなんですけど、壊してしまいました。考えられる原因が一つあるんですけど、それがショートさせてしまったことにあるのかなと思ってます。このシャントですね、ここですね、ちょっと分かりにくいんですけど黒くなってます。でこの部分なんですけど、グラウンドって言って本来マイナスをつなげる部分なんですけど、つなぎ直す時に誤ってここに刺してしまったんですよね。その時にショートしてしまって、それ以来モニターが映らなくなってしまったんですよね。で基板のところも熱を持ってしまって、これ以上やっても危ないっていうことで使うのをやめました。このジャンテックのモニターもいろんな機能がついてて、商品的には良かったのでとても残念ですね。僕自身雑に扱ってたわけじゃないんですけど、やっぱりどこか作業ももう終わるっていうところで気が抜けてた部分もあって、ちょっとしたミスが故障につながるんだなと反省です。なので皆さんも作業をするときですね、終わるまで気を抜かず作業していってもらえたら。でこの壊れたままですねずっとつないでいると、それもまた火災だったり事故につながる可能性があるので、何かおかしい不具合があった時はすぐに使用をやめた方がいいですね。いやー結構ショックでしたね。もうびっくりしましたもん。あっと思って、電気は見えないものなので怖いですね。そしたらですね、今回新しいモニターを買ったので紹介していきたいと思います。こちらですね、以前使ってたバッテリーモニターと同じメーカーだとは思うんですけど、 Amazon で買った時にジャンテックっていうブランドのロゴが入ってません。ただ性能とか形ですね、丸々ジャンテックのものと一緒なので多分同じものだと思います。そしたらですね、中身見ていきたいと思います。パッケージこんな感じですね。以前のバッテリーモニターと比較しながら中身見ていきたいと思います。まず説明書ですね。今回の説明書は英語で書かれてます。めちゃくちゃ丁寧に入れてくれてます。箱の中身こんな感じですね。バッテリーモニター本体ですね。でこの中に基板とかが入ってると思います。じゃシャント、よくわからない付属品、ケーブルが123、それと温度センサー、これが入ってました。以前使ってたモニターこちらです。そしたらですね、モニターから見ていきたいと思います。今回買ったものの方が一回り大きいですね。あと厚さも分厚くなってます。そして今回ですね、一番大きく違うのがこちらですね。シャントと基板が別々になってます。以前のものは基板と一体型になってます。今回のシャントを見ていくと、ここにバッテリーマイナス、ロードマイナスって書いてくれてます。以前のものはこういうのが書いてなくて、反対に接続してしまったっていうことがあったんですけど、今回のは大丈夫そうです。こんな感じですね。あとこちらですね、この中に基板が入ってます。横を見るとここがバッテリーから電源を取る差し込み口ですね。以前のモニターだとここの部分に当たります。あと違うのはここですね。USB ケーブルをつないでモニターとつなげてたんですけど、今回はこういった形のケーブルを使います。これをここに差し込んでいきます。以前のものと比べるとこんな感じです。ここに温度センサーを差し込む部分があります。でこれはちょっとわからなくて調べても出てこなかったんですよね。未だに不明です。以前のものとは違って分かりやすく記載されてますね。上からテンプレーチャーセンサー、カレントセンサー、アウトプットセンサー、そしてですね、今回のモニターですね、携帯で管理することができます。ここの QR コードを読み取るとアプリをダウンロードすることができます。そしたらアプリですね、後ほどまたダウンロードして皆さんに共有できたらいいと思うので、まずつなげていきたいと思います。そしたらまずですね、シャントにマイナスをつなげていきます。でこれですね、
お、これここですね。確定ですね。こういうことか。ここにケーブルを入れていきます。バッテリーにつなげる部分と、そしてもう一個のマイナスですね。こんな感じか。これですね、よくわからない付属品の一つ。これをここに入れていきます。 OK です。で、今回ですね、モニターとつなげるケーブルが 3m ついてきます。以前のモニターだと40センチぐらいかなしかなかったので、自分で延長して使ってたんですけど、元からついてるとめちゃくちゃ助かります。そしたらこれをディスプレイのところに挿していきます。こっちは後ろにありますね。そして次に温度センサーですね。温度センサーはこの一番上ですね。はい。そして基板とシャントをつなげるケーブルです。これをこのカーレントセンサーっていうところにつないでいきます。はい、こんな感じです。ここの一番上にバッテリーのプラスとつながる部分ですね。 VSNS って書いてます。で、モニターをディスプレイのところにつなげて、テンプレーチャーセンサーのところに温度センサーを差し込んで、カーレントセンサーのところにシャントつなげました。あとはそれぞれのマイナスですね、つなげてあります。で、この付属してあったケーブルですね、こちらは使ってないです。多分これはですね、リレーシステムを組むときにつなげるんですけど、僕の場合はこれはいらなかったです。はい、そしたらですね、バッテリーとつなげて動作を確認していきたいと思います。はい、バッテリーとつながるとここが点滅しました。そしたらですね、モニターつないでいきたいと思います。つけました。はい、2つあるバッテリーの画面の見方と設定方法、性能を比較しながら見ていきたいと思います。まず下が以前から持ってるジャンテックの VAT4300、 上が多分ジャンテック KG140F です。KG140F に合わせて順に見ていきたいと思います。左上から画面ロック、記録のオンオフ、チャンネルとアドレス、温度、記録経過時間、信号表示、バッテリーの電圧、電流、消費電力の累計、電流の累計、バッテリーの残量パーセンテージ、充電、放電の表示、これらがどちらともある画面表示です。 KG140F にしかない画面表示を見ていきたいと思います。まずこれですね、設定でバッテリーの定格容量を合わせるとここの表示が変わります。で、何かというと、バッテリーに残ってる電流の値ですね、1時間であと何歩使えるか、ここに表示してくれます。そしてこれがバッテリーをあと何分使えるか、何時間使えるかっていうのを表示してくれてます。今の設定だと電圧が 13.7V で、電流は今流れてないんですけど、バッテリーの容量が 15.972A ってなってますね。で、これを消費する時間が11時間かかるっていう計算になってます。そしてこれがバッテリー内の抵抗値ですね。それでは設定方法を見ていきたいと思います。下の VAT4300 なんですけど、設定画面が横に出てます。一方 KG140F の方は上のボタンを押して設定画面に移ります。それぞれのボタンなんですけど、 VAT4300 はタッチパネルになってます。ただこれのデメリットとしては、ごく稀に押してるところと違う部分が反応してしまうことがあります。 KG140F はボタン式になってます。なので違うところが反応するとか押し間違えるっていうことがありません。それでは設定を見ていきたいんですけど、先にこの VAT4300 なんですけど、隠しメニューっていうのがあって、
上のボタン、下のボタンを長押しすることによって表示されます。上のボタンを長押しすると3つメニューが出てきます。 DFT、CI、CU って書いてますね。これは何かというと DFT なんですけど、優先状態の時ですね、初期化することができます。 CI、 これは電流の構成をすることができます。次にこれですね、 CU、 これは電圧の構成をすることができます。次の隠しメニューですね、下のボタンを長押しすると3つ隠しメニューが出てきます。 LNG、 これは言語の変更ですね。英語と中国語があります。 FCH、 チャンネルの設定ができます。 VRI、 画面の明るさ設定ですね。それでは設定画面を見ていきたいと思います。上の KG140F に合わせて一緒に見ていきたいと思います。まず言語変更ですね。どちらとも英語と中国語の変更ができます。次にクリアデータのリセットです。バッテリーの定格容量の設定です。今使っているバッテリーが 400Ah なので、それに合わせていきたいと思います。これで OK です。一方 VAT4300 の方はこのバッテリー設定ですね、ここで設定していきます。次にバッテリーのパーセンテージの設定ですね。バッテリーの次の画面を押すとその設定ができます。これを100にしておきます。はい、 OK です。次に画面の明るさ0から 100% 設定できます。一方こちらは0から15までの設定ができます。 LVP、 低電圧保護、 OVP、 過充電電圧保護、 OCP、 過放電電流保護、 NCP、 過充電電流保護、スタンドバイタイム、これなんですけど、画面の待機状態にする時間を設定することができます。一方 VAT4300 の方はセッティングのメニューに合わせて OK を押すと4個目の設定画面にディスプレイチェンジタイムってあります。これに合わせるとこの画面に変わります。そして画面に触れると元に戻ります。両方ともですね、0のままだと画面が変わることはないです。ボルテージ CAL、 電圧の構成設定、カレント CAL、 電流の構成設定、アドレスの変更、これを設定することによって例えば同じバッテリーモニターがあった時に一緒にならないように設定することができます。ディレイタイム、遅延時間の設定です。この設定はリレーシステムを組んだ時に使う設定になります。 VAT4300 は設定の2枚目にあります。リレーモードの設定 NO、 NC と設定できます。 VAT4300 の方はセッティング画面の3番目にリレーレベルの設定変更ができます。レストアオール、初期化設定ですね。 VAT4300 にもこの設定があるんですけど、実は隠しコマンドとしてあって、それは後ほど説明させていただきたいと思います。まず上の KG140F にしかない設定画面ですね、説明していきたいと思います。 OPP、 これなんですけど調べても出てこなくて、多分過小非電力保護だと思います。 OTP、 過温度保護、温度が上昇しすぎた時に保護してくれる設定です。レカバリータイム、復帰時間の設定なんですけど今のところまだ不明です。テンパーチャー CAL、 温度の構成設定、カーレントレイティオ、流動比率の設定、これも今のところ不明ですね。モニターオフ、この設定はモニタリングのオンオフの切り替えができます。これらが KG140F にしかない設定ですね。次に VAT4300、先ほど紹介した電流の構成設定ですね。最初の画面が0時に構成する設定です。0になった時に OK ボタンを押すと設定できます。そして次の画面ですね、変異の構成ですね。負荷を接続してテスターの値になるようにこれを設定することによってより正確な電流値を表示することができます。
セッティングの画面の1枚目ですね、スタートステータスって書いてます。でこれは記録の開始停止の設定ですね。このアウトに合わせることでも設定をすることができます。そしてセッティング画面の5枚目ですね。これは何かというと、画面の表示を切り替えることができます。どう切り替わるかというと、これをオンにすることで色が反転します。最後に隠しコマンドっていうのがあるんですけど、それも説明していきたいと思います。まず KG140F なんですけど、セッティングボタンを長押しして離すことでアドレスの変更ができます。でもう一回押すと確定になります。次に上のボタンですね、これを長押しすると電流値をリセットすることができます。これを OK に合わせて押すとここが変わります。そして次に下を長押しするとクリアデータの設定が出ます。 OK を押すことでデータのリセットをすることができます。最後に OK ボタンですね、長押しをすることによって画面ロックの設定ができます。もう一度長押しすることで画面ロックの解除ができます。次にですね VAT4300 の隠しコマンドの説明をしていきたいと思います。まずアウトに合わせて OK ボタンを長押しすると画面ロックの設定ができます。もう一度長押しすると解除することができます。そして次にクリアに合わせて1回押すとデータがリセットされるんですけど、これを2回押すことによってバッテリーのパーセンテージを 100% にリセットすることができます。まず設定でここを 1% にします。そしてクリアに合わせて OK ボタンを2回押すとここが 100% にリセットされます。このバッテリーのパーセンテージを 100% に合わせる設定なんですけど、上と下のバッテリーモニター2つとも満充電になった時にパーセンテージを100に合わせることによってより正確な表示にすることができます。使っているうちにやっぱり多少のズレが生じるので、この設定をすることによってより正確な表示に持っていくことができます。最後にですね、セッティングのところに合わせて OK ボタンの長押しをしてこれを初期化することができます。今一瞬ここに OK と出たんですけど、これで初期化の設定ができました。はい、少し長くなったんですけど、これで画面の見方、設定方法の説明解説を終わります。僕もまだ勉強中でわからないことが多々あるんですけど、もしこの設定はこうだよとかやり方はこうするんだよとかわかる方おられたら、ぜひぜひぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お疲れ様です。ダディーズです。今回の動画はバッテリーシステムの完成間際にやらかした動画でした。実際にですね、やっぱ少しのミスでも大きな事故につながりかねないので、皆さんも電気を扱う時ですね、くれぐれも気をつけてください。本当にちょっとした気の緩みで壊してしまったことはめちゃくちゃ悔しかったですね。反省です。2つの比較しながら今後ですね、新しい発見があったらまた皆さんに共有できたらいいなと思います。何か少しでも気づいた方がおられたらぜひコメントで教えてください。お願いします。バッテリーシステムの仕上げやっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。では。